はい、こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国の ETF のフローは全体で大きくプラスとなっています。GPT 値の流出もなくですね、各ファンド流入が目立ちますね。前日にはブラックロックの IBIT が約3週間ぶりの純流入を記録したのが話題になっています。この ETF の流入の要因の一つと見られる指標に関しては、後ほどチャートのところでまた話そうと思います。で、ただイーサの方は相変わらず寂しい感じでビットコインについていけてない状況となってますね。一方香港はビットコインがマイナス 39.87BTC、ドル換算ではマイナス239万ドルとなってますね。イーサゼロですね。あとオンチェーンの方では取引所の入金アドレス数が 13.21 万件となってまして、2016年以来の低水準になっていることが注目されています。入金アドレス数が減少しているということは、売り玉にも限りがあると、売り圧の減少につながるということで注目されてますね。で、2016年以降は、例の2017年から2018年にかけてのバブルとなってますんで、今回も再現できるのか、その後が期待されてます。あと、ステーブル市場の方でも、ステーブル全体の時価総額が未だ上昇傾向となってまして、中でも USDT のシェアが75% ほどになっているのが注目されてますね。ステーブルの増加は仮想通貨市場全体の開発になるということで、こちらもその後が期待されています。これから取り上げるアルト方面でもですね、ステーブルに関連付けられたファンダが多くなってますんで、そちらの動向にも注目したいですね。あと他ではブータン国営のマイニング事業を展開しているドラッグホールディングスがビットコインを順調に積み立てているのも一部で話題になっています。金額としては 1.3 万 BTC、7億8000万ドル相当と、見方によっては規模的にまだ小さいようにも見えますが、ブータンは GDP が約30億ドル相当と言われてまして、その GDP の3分の1相当のビットコインを政府側が保有しているということは、世界的に見てもエルサルバドルくらいで稀なので、こちらも注目が集まってますね。昔からまず小国がビットコインを集めるようになって、そのうち大国が動かざるを得なくなる、そういうシナリオが囁かれてましたけども、現在は順調にそのシナリオを歩んでいるような気もしますね。ビットコインの価格は現在6万ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米小売売上高8月の前月比が前回 1.0%、予想マイナス 0.2% に対して結果が 0.1%、自動車系を除くコアが前回 0.4%、予想 0.2% に対して結果が 0.1%、コアは前回予想を下回る結果となってますけども、総合は予想を上回る結果、また前回もですね、1.0% から 1.1% へ上方修正となってまして、個人消費が回復していることから発表された日本時間9時半頃にはですね、米ドル高、米金利上昇となってます。で、そしてその後、米市場が開けてから米株各指数が上向きになりまして、ビットコインも釣られて上がったような展開になってますね。米国債金は 3.644 を推移しておりまして、ナスダックが 19,432、S&P500 が 5,648、ダウ平均が 41,606、金ゴールドが 2,572 ドル、日経平均が 36,501 円、ドル円が 141.83 円となっております。個別株の方では、クリーンスパークが新たにミシシッピ州のマイニング施設2カ所の買収を発表しています。クリーンスパークは約1週間前にですね、7つのマイニング施設の買収を発表してまして、その時も取り上げましたけども、今回さらに2つ買収となっています。これでマイニング容量は合計 211.5 メガワットとなってまして、1週間で約 38% 増加したことが注目されています。株価はプラス 0.88% 推移となってますが、本日以降の動きにも注目ですね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 3.02%、額としては315億ドル相当、比率として全体ではロングが 52.7%、マイナス意味はロングが 53.0% と上入りになっています。今後の指標としては、9月18日に ACPI、PPI、そして9月19日午前3時に FOMC、で、その後夜に米系上昇指、米フィラデルフィア連銀景況指数、トルコ中銀政策金利、9月20日に日銀の政策金利、中国のローンプライムレートなどが控えております。日本時間では明日19日ですね、午前3時についに FOMC となっています。長時間煽られてきた FRB の利下げですけども、事前予想では 0.50% の利下げが期待されてますが、これは先日もお伝えしましたけども、ここまで前振りがあると、たとえ 0.50% の利下げだったとしても、サプライズ扱いになりづらいんで、
事実売りの方に偏ってしまうんじゃないかなと思ってしまいますね。で、そして前日の米小売の情報修正もちょっときな臭いなと、個人的には思ってしまいます。またビットコイン単体で見ても、取引所の板状況で、バイナンスの方で、62,000の価格帯で、売り高 240BTC ほど積まれてるんで、上がりづらいんじゃないかというですね、各アナリストの見解なども一部で話題になってますね。なので、まとめるとですね、そのビットコインの上への期待としては、オンチェーンの方の取引所の入金アドレス数の少なさと、ステーブルの増加傾向というですね、長期的な面と、先物の OI の増加、下への圧力としては、FOMC 利下げの事実売り懸念と、取引所の板状況といった感じなのかなと思います。ただ、いろいろ出てますけども、今日明日は FOMC の動向が最重要視されると思います。発表直後はですね、その先物の生産などで上下に触れると思いますけども、FOMC の事実売りで6万ドルで折れる、理屈的にもチャート的にもそういう見解が多くなりそうな感じですね。何もサプライズがなければの話ですけどもね。チャートだけ見たら、この6万ドルを抜けたら次6万4千の攻防になりますが、ここで弾かれるとなると、下は5万8千、5万6千、場合によっては5万4千あたりまで見えてくる形になってます。FOMC は明日、日本時間9月19日ですね。午前3時に予定されてますが、その時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2330ドル、BTC 建ては 0.0387 と、0.04割ってからさらに下落してます。先物の方では、オーワイは全体でマイナス 0.38%、額としては106億ドル相当。比率としては全体ではロングが 51.3%、バイナンスミはロングが 75.2% と上入りになっています。イーサもその後、逆転のファンドもなくですね、BTC 建てもしっかり沈んできてます。これも連日お伝えしてますけども、次の BTC 建てのサポートが 0.037、0.035 あたりになるんで、何もファンダが出ない限りは、そこまで生還が妥当なのかなと思いますね。こちらも FOMC 次第になると思いますけども、ドル建てでは何度か耐えてる2100ドル台、2000ドル台で再度耐えられるかが焦点になると思います。イーサの逆転があるのか今後に注目ですね。あとここからその他の動向になります。たくさんあるんですけども、市場に影響なさそうなものが多いんで、サクッと取り上げますと、まず SEC 関連では、エアドロップにも規制をかける SEC ゲンスラ氏に対して、共和党議員らがエアドロップの定義や扱いを明確化するよう要請しています。で、これまで SEC は過去の訴訟内容でもですね、エアドロップは証券の販売またはハイプとみなされる可能性があると主張してまして、SEC の牽制があることから、米国民がエアドロップの恩恵を受けづらくなっていると、SEC のエアドロップに対しての扱いをですね、もっと明確にしてほしいと書簡を提出しています。一方 SEC 側は新たに投資詐欺容疑でナノビットとコイン W6 を告訴しています。仮想通貨プラットフォームを偽ってロマンス詐欺などを利用して投資家から資金を騙し取った疑いとされてますね。一部の参加者の被害額では200万ドル以上とされています。あとは米財務省がカンボジアの首相フンマネ氏の顧問に制裁を発表しています。人身売買や拷問、詐欺に関与したとして、同市のホテル4件が差し押さえとなったようですね。かなり前にですね、そのカンボジアの闇サイトに、この政府関係者が絡んでて、仮想通貨での取引もされてると、問題視されてるみたいな話題を取り上げましたけども、今回米財務省がついに動いた形となってますね。あと、ここからアルト関連になります。ベースのトランザクション数が続伸しているのが話題になってます。1日のトランザクション数は現在464万件を突破してまして、L2 ではダントツ首位となってますね。最近コインベースがリリースしたビットコインのステーブル CBBTC もベース上でリリースされて話題になりましたね。先日イーサのビタリックが L2 の格付けをして、クオリティの低いものに関しては今後言及しないと、規模の縮小を示唆してましたけども、L2 界隈が今後盛り上がれるのか注目となってます。あとは水関連ですね。サークルが水チェーン上で USDC を展開することを発表しています。USDC のチェーン統合はこれで15個目となってますね。で、また合わせて映画のサブスクサービスを提供している MoviePass も水チェーン上の USDC を利用した決済サービスを導入することを発表しています。これらの発表から水は比較的強く伸びてますね。水の価格は現在 1.18 ドル、BTC 建てはプラス 8.8%、時価総額は31位です。時間足、日足ともに抵抗を抜けているように見えますが、ここからさらに上へ向かえるのか注目ですね。あ
あとはトーンがカーブと提携して新たにステーブルコインのスワッププロジェクトを立ち上げを発表しています。トーンチェーン上でステーブルの需要が増していることから、ステーブルの取引をより効率化させることを目指すとのことですね。トーンの価格は現在 $5.5、BTC 建てはマイナス 3.1%、時価総額は10位ですね。ドルフの釈放後、反発はしてますけども、現在は比較的弱い状況となっています。こちらも再度上向けるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では、ドラゴンフライが新たなファンドの設立のために5億ドルの調達に向けて動いていること、決済系のイエローネットワークが1000万ドル調達、税金マーケットプレイス、ファーマーが520万ドル調達、予測プラットフォームリミットレスラブスが300万ドル調達、ウィンターミュートがこちらも予測プラットフォーム、アートカムマーケットの立ち上げを発表と、あとウォレットコネクトがトークンローンチ、エアドロップを発表しています。ポリマーケットからカルシなど予測プラットフォーム系の話題が絶えなくなってますね。次はこれがブームになるんでしょうか。これは今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。